ここは雪国。世界でも有数の豪雪地、南大沼。雪が深くなるほどに、寒さが厳しくなるほどに、南大沼の人々は貴重な食料を大切に食べるための知恵を生み出し、伝統を積み重ねてきました。その一方で新しい芽吹きが始まっています。雪室による食料の保存や発酵の文化、その奥深さに魅了され、新たな解釈で表現しようとする一人の料理人がいます。最初に来たのが本当年明けて1月だったんですけど、もう本当雪がすごくて、暮らしていけるかなっていうのが本当にどうしようっていう感じでしたね。12月から4月までだと5ヶ月ぐらいほとんど何も取れない状態で、本当に最初は大根と人参しかなくて途方に暮れてたというか、何をこれで料理コースを作っていったらいいんだろうみたいなところがあったんですけど、やっぱり住んでいくにつれてどういうことをしていかなきゃいけないんだっていうことが徐々に分かってきて、秋になるとやっぱり特に冬直前なので冬支度って言われるものが忙しくなってくるので、干し柿したり、それこそ野沢菜たくさん来るので漬物にしたり、それも干したりとか、冬前が一番忙しいですね、貯蔵していくのは。でやっぱ失敗しちゃうんですよね、最初の年って。でそれじゃあ来年もうちょっとうまくやろうとかっていうのが出てくるの。干し柿でもぬか漬けでもその野沢菜でも全然変わってくるので、でもやっぱこれってすごく長い年月かけて伝えていくものだから、失われた時が怖いなっていうのがあるので、やっぱすごく伝えていけたらいいなってすごく感じますね。雪室も近隣の農家さんに、白菜とか大根とかキャベツ、もう天井までつくぐらいもうびっしり入れていただいて、ゆっくり使っていくっていう感じですね。すごく湿度がいい状態で一定の温度で保存ができるので糖度が増していく。最初の貯蔵してた頃の料理と2月3月の時のお野菜の味が全く変わってくるので、また違う味ができるっていうのは、ただ単に雪室に保存して同じように使っていくっていうよりは、感覚的には毎年新しい発見が雪室の野菜の中にもその時によって全然違っていく感じですね。大事なのはやっぱその土地のものだと思っているんですよね。野菜そのものって水と土の影響がとても強いので、無農薬が絶対とか実はそういうことはあんまりなくて、誰がどういうふうに作っているかっていうのと、あとやっぱ自分の目で見たいっていつも思っているので、それをただ単に直売所行けば山菜も手に入るし地元のものが手に入るんだけれども、どういう人がどういう思いで作っているのかっていうのはすごく大事にしてます。地元のその方が冬の間にバーッと料理を作られているのを見た時に、その食卓にはゼンマイがあり、春の食材とかもう全ての季節の食材がそこにあったんですよね。すごい謙遜するんですよ皆さん。いやもう大したもんなくてって言うんですけど、本当に素晴らしい食卓で、それはもう衝撃的に感動しましたね。でそれを作れるようになるまで帰らないって決めて、一からやりたかったんですよね。取るところから全ての食材を。なので今全部作れるようになったのでいつでも帰れるんですけどね、まだいますけどはい、もちろんそのレストランという場所になってくると、いわゆる家の田舎の料理とは違う、やっぱ晴れと毛があると思うんですよね。今私がやってるのって晴れの料理で、それをどうやって地元のその普段皆さんが食べている料理を表現していくのかっていうのは、もちろんその郷土料理もそうなんですけども、もっと深い歴史的なものとか文化とか、それは料理だけではなくて、この壮大な自然、もうこれはもう絶対的な価値があるんですよ。私はここに住んでいるので、そこの食材をどうやって使うのかっていうのは、自分の技術をやるっていうよりかは寄り添うようなイメージでいつも作ってます。ここは雪国。はるか昔から受け継がれてきた食と暮らし。私たちはそれを豊かな自然への感謝と親しみとともに、人から人へ、
手から手へとこの先もつないでいきます。自然を生かした雪室貯蔵、体に優しい発酵食品、世界に誇る食文化を今こそ届けたい。雪深いこの土地で生まれた美しい知恵と伝統、南魚沼の恵みをあなたに。深く新しくつながっていく。